当時、呪詛は命に関わる深刻な問題でした。スクチョンはこの問題に非常に慎重に対応せざるを得ませんでした。ヒビンチャン氏を信じるべきか、スクピンチェ氏を支持すべきかという選択に迫られたのです。スクピンチェ氏を支持すれば、セジャの正当性が疑われる可能性があり、立場が危うくなる。一方、ヒビンチャン氏を支持すれば、スクピンチェ氏とその息子である四女の立場が危うくなり、さらにはセジャを支持する派閥からセジャの立場を不動のものにするため、命を狙われる危険も考えられました。スクチョンにはどちらの母親も許さないが、両者の息子たちだけは守りたいという思いがあったのかもしれません。また、スクチョンはヒビンチャン氏への愛情がすでに冷めていた可能性もあります。スクピンチェ氏についても、女官から側室になった彼女を王妃に昇格させることで、再び傲慢な振る舞いが繰り返されることを懸念していたのかもしれません。このような背景から、側室が王妃になれない法律を制定し、貴族以外の女性を今後王妃にしない方針を固めたのではないでしょうか。ヒビンチャン氏の一件は王宮内に大混乱をもたらし、官僚たちからも側室から王妃への昇格には強い反対の声が上がったと考えられます。もしスクピンチェ氏が王妃になれば、セジャの交代が行われ、スクピンチェ氏を支持する政治派閥が強大化し、政治のパワーバランスが崩れる恐れがありました。こうした背景の中、スクチョンは貴族から新たな王妃を迎えることで派閥争いを回避し、王室の安定を図ろうとしたのではないでしょうか。さらに、末っ子の王子が誕生していたことも影響し、スクピンチェ氏への愛情が以前ほど強くなかった可能性も考えられます。スクピンチェ氏が王宮の外に引っ越した背景にも、こうした複雑な事情が絡んでいたのでしょう。記録によれば、スクチョンが彼女に会いに行った痕跡はなく、近くを通りがかった際に、大きな屋敷だなぁと述べた記録だけが残っています。王室の財政が厳しい中で、彼女に与えた屋敷が経済的負担と映っていたのかもしれません。スクチョンにとってスクピンチェ氏はもはや重要な存在ではなかった可能性もあります。一方で、ヒビンチャン氏が濡れ衣を着せられた可能性や、スクピンチェ氏の告発が政治派閥によって操作されていた可能性も否定できません。王族同士の争いに嫌気がさし、スクチョンはそれらとは無縁である末っ子の王子や
その母であるミョンビンパク氏に関心を移したのではないでしょうか。このような背景を考察するのも歴史の面白さですね。ドンイが王様からもらった緑色の割と太めで同じ指輪が2つ1組になったものがドラマで出てきました。あれはカラッチというそうです。素材は翡翠でしょうか。街中で売っていたものなのでそんなに高価なものではないかもしれません。同じ指輪が2つある意味には夫婦一心、夫婦円満という意味が込められているそうです。また2つの指輪を赤い糸で結んでいるのは運命の結びつきと魔除けという2つの意味があるそうです。1つの指輪は漢字といい、既婚者、未婚者の区別なくつけるものですが、2つ1組になったカラッチは既婚者がつけるものだそうです。ドラマでは簡素なヘアスタイルが採用されていました。あのヘアスタイルは直鎮盛りといい、ピニョと呼ばれるかんざしを使って髪をまとめていました。しかしこの直鎮盛りはもう少し後の時代のものです。この時代にはジャングムの時のようにカチェというカツラをつけていました。ドラマでカチェが採用されなかった理由は、カチェが重く俳優さんにとって負担が大きいため、もしくは主演俳優さんに似合わなかったためだとも言われています。ただしドラマの中でも特別な儀式の時にはカチェが登場していました。大きく独特な木製のカチェも見られましたが、あれは徳地盛りというそうです。王妃様の8の字のようなヘアスタイルはデス盛りと呼ばれ、最も威厳のある髪型とされていたようです。デス盛りはカツラの帽子で、重そうですが帽子なのでかぶるだけのようです。しかし独自盛りの髪型はセットに非常に時間がかかりそうですね。ドラマでは後の時代の女性のヘアスタイルである直鎮盛りでしたので、カチェ禁止後の女性の髪飾りについてお話しいたします。後頭部の首のあたりで髪をまとめてかんざしを刺していました。あのかんざしをピニョと言います。そして頭頂部にも飾りがついていました。頭頂部の飾りはチョプチと言います。チョプチはカチューシャのように装着し、まとめ髪にまとめていたようです。時代や身分により異なりますが、
つけることができるデザインが決められていました。美女というかんざしは、王妃は竜、側室は鳳凰、女官はシンプルなデザインでした。チョプチですが、王妃は鳳凰、側室は花など、女官はカエルでしょうか。女官のチョプチがカエルだったという話は公式な記録には登場していません。これは事実ではなく物語や民間伝承あるいは創作に基づいたものと思われます。その一例として浄化本月という中国大陸の神話が関連しているかもしれません。浄化は月に住むことになった美しい仙女として知られています。この物語は諸説あり、月のうさぎやお月見の起源、さらにはかぐや姫伝説の祖となる物語としてアジア文化圏に広く伝わっています。チャングムは女官でしたので、華やかなチマチョゴリを見ることができるのは王族の女性の登場シーンのみでした。一方で当位は側室だったため、衣装がとても綺麗で素敵でした。私が特に好きな衣装はゴリゴリの金色の刺繍ではなく、側室の金色の刺繍や2番目の王妃の淡い色の衣装です。韓国歴史ドラマではよく見られることだと思いますが、悪役を演じる俳優さんは濃い色にゴリゴリの金色の刺繍をまとっていることが多いですよね。歴史上の史実では王妃でさえも衣装はもっと地味だったようですが、ドラマでは衣装を見るのも楽しみの一つです。当には身分によって髪飾りや服の色が変わっていくので、そうした点でも衣装を見るのが楽しかったです。男性の衣装についてお話ししましょう。まず女性の衣装をおさらいしておきます。女性はチマチョゴリを着ます。チマはスカート、チョゴリは上着を指します。またチマの下にはズボンの形をした下着を着用していました。さらに王宮内の女性たちはチマチョゴリの上にタンウィという腰丈の上着を着ており、そのタンウィに手を隠すのが作法だったそうです。ここからは男性の衣装についてです。男性はパジと呼ばれるズボンに上着であるチョゴリを合わせたスタイルです。これをパジチョゴリと呼びます。男性も女性と同様に上下が分かれた
ツーピースの服装です。王様や官僚はその上にトゥルマギという足元まで隠れるような長いコートのような服を着用しました。その上からカクテというゆったりとしたベルトをしていました。髪型にも特徴がありました。男性も髪を切らずに長い髪で頭頂部で曲げを結い、ヘアバンドで髪型を崩れないようにまとめました。王様やヤンバンはマンゴンという黒くて額部分がメッシュのようなヘアバンドを使い、一方で庶民は布のヘアバンドを使用していました。ヤンバンはさらにメッシュっぽい素材で作られたカというつばのある帽子をかぶりました。この帽子は曲げを保護する目的から始まり、後には身分や権威を示す象徴として発展しました。また、帽子は衣服の一部とされ、家の中でも帽子をかぶったまま過ごし、食事中や王様の前でも帽子を脱ぐことはありませんでした。マンゴンやカの素材には馬の尻尾や竹が使われていたそうです。王宮では官僚や王様は皮に漆を塗った黒い冠をかぶることが一般的でした。このような帽子文化は日本の平安時代にも見られます。平安時代の男性は元取りという曲げを結い、水泳の冠や烏帽子をかぶっていました。当時、人前で元取りを晒すことは、裸を見せることに匹敵するほど恥ずかしい行為とされていました。時代や身分によって異なるものの、当時の男性の衣装や文化を知ることで、現代では失われてしまった美意識や価値観に触れる楽しさがあります。